ネクスジライドザバイブ。今回はシニアの推し活、私の推しのグループであるネクスジについてお話ししていきたいと思います。日本のオーディション番組虹プロジェクト2からデビューが決まった7人の男性グループになります。ネクスジは JYP 所属の K-POP のグループです。JYP というと NiziU、ストレイキッズ、TWICE、2PM などが所属している大手の韓国の事務所です。去年の夏頃から放送が始まった虹プロジェクト2は、虹プロジェクトでデビューしたNiziUに続く、次は男性ボーカルグループのオーディションということで始まりました。私は虹プロジェクト2のオーディション番組からとても熱心に見ていました。これは彼らのデビュー CD スペシャルバージョンが届いた時の付録というか中に入ってたもののすべてです。すごいたくさん入ってるんですね。びっくりしてとても喜びました。デビューシングルの名前がライドザバイブ。デビューのミニアルバムの名前もライドザバイブと言いますが、今回はタワーレコードで追加で予約した2枚、ライドザバイブのライドバージョンとバイブバージョンの2枚を開封しながらお話をしていきたいと思います。そもそもどうして彼らが好きになったかというと、彼らのファンになったかというと、彼らがとても純粋で熱心で一生懸命で見ている人の心を打ったからだと思います。ライド版とバイブ版のバージョンの違いはなかなか分かりにくいですが、ネクスジのマークの場所がちょっと違いますよね。これで判断できると思います。オーディションで最終審査で最終的に7人が選ばれて、7人がデビューすることが決まって、すぐに朝の情報番組に出演しました。その時に発表されたことが、ファンクラブを作るということでした。私はそれを聞いてすぐに彼らを応援したいと思って、すぐにファンクラブに入会しました。孫の年まではいかなくても、自分の子供というにはちょっと私は年が上ですが、彼らを純粋に応援したい気持ち、親目線で頑張ってねと、子供を温かく見守る母親のような気持ちで応援したいなと思いました。とにかく彼らはまだすごく若いんですね。一番上のゆうくんは4月27日に19歳になったばかりです。一番若いゆうきくんは2007年9月20日生まれの、今はまだ16歳、高校1年生の年ですよね。だからほとんどが高校生の年齢の7人の男の子のグループということになります。韓国語でお兄さんのことはヒョン、末っ子のことはマンネと言います。私はそんなことさえ知らない K-POP の初心者になります。でもぜひ彼らの曲を聴いてみてほしいのですが、デビュー曲ライドザバイブもカップリング曲のスターライトもいい意味で K-POP していないと言いますか、すごく聴き心地が良くて、何かをするときに BGM として流しても心地いいですし、私の年代でも全く違和感なくすごくハマってしまいました。正直 CD を予約するときはどんな曲かわからないけれども、ネクスジの曲ということで予約していたんですね。でも聴いてものすごくいい歌で本当に良かったな、彼らは幸せだなって思いました。すごくいい曲なので、長く広くいろんな国の方に愛されていけばいいなと思える、
素晴らしい曲でした。デビューメンバーが決まったのが12月。それから実際にデビューするのは5月。この間はなかなか供給がないとよく言いますが、新しいコンテンツが出ないで、私たちファンはとてもやきもきした気持ちで待っていました。私もニジプロ2の動画を何度も繰り返し見ていました。でも私たちの知らないところで彼らはデビューに向けてどんどん歩みを進めていたんですね。タイに行ったのが目撃されたのが3月だったと思いますが、その時にこのライト・ザ・バイブのミュージックビデオの撮影をしていて、その時には振り付け、それから歌も歌っていたので、それまでレッスンを重ねていたのだと思います。3月を過ぎてからも5月まで振り付けをさらにブラッシュアップして、歌のレッスンもたくさん受けていたのだろうなと分かりました。彼らのオーディションは日本のボーイズグループでもなく、韓国のボーイズグループでもなく、グローバルボーイズグループ、世界的なボーイズグループという名前でプロジェクトが始まっていました。彼らのデビューは日本ではなく韓国デビューということが決まりました。私たち日本に住んでいるファンにとっては寂しいところもありますが、韓国の歌番組に出ると、韓国の歌番組が YouTube に流れたりして世界中に広がるので、その方がいいと思って私たちは日本から応援していたわけですが、この度早くも日本でショーケースがあることが決まりました。福岡で2公演、大阪で2公演、東京で2公演。この3つの都市は彼らの出身地から決まったようです。私はどうしても行きたいです。1公演でもいいからなんとか行きたいと思って申し込みをしようと思っていますが、人気が日に日に上がっている彼らですから、行けるかどうかは五分五分ですね。2番目に若いヒュイ君は12歳の時に一人で韓国へ行って JYP の練習生になって練習を重ねていました。その後3ヶ月後にリーダーのともやくんが JYP の練習生になったということです。ともやくんは中学生の頃に一人で渡韓したことになりますね。2人とも聞くところによると JYP から誘いを受けたという話もあるので、実力があってデビューが見込まれる人材だったことは間違いないと思いますが、練習生になれば必ず確実にデビューできるという保証はありません。小さい子供たちを出してあげた親御さんの気持ちを私はどうしても親目線で考えてしまいます。デビュー直前まで6週間にわたってクラブネクスジという YouTube の番組が放映されていました。私は毎週欠かさず楽しみに見ていたのですが、その中でちょっと心を打つ場面がありまして、サプライズでドッキリのような形で急に日本に行って親に会ってきていいよということを言われて、それぞれが出発するんです。親御さんの方もメッセージを残してほしいということで、聞いていただけで本人が来るとは思わないで、思いがけない再会があって、もうそれはちょっと感動的で、もう涙なしでは見られないのですが、そのような純粋な部分を見ると本当にこれからも応援してあげたくなります。60代からの推し活は本当にとっても楽しいです。彼らを応援している気持ちがウキウキさせてくれますし、なんだか生きる張り合いができました。私と同世代の人はもちろん、若い方々ももしよければ、またいろんなコメントを残していただければ嬉しく思います。またネクスジーについても発信していきたいと思いますので、ぜひまたご覧ください。ご視聴ありがとうございます。